皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、インターネット上で昨日今日にわたって大炎上している JICA の進めるホームタウン交流事業について解説します。この話題をめぐっては昨日から今日にかけて日本政府がアフリカ大陸からの移民を一気に促進させるべくビザをばらまくであるとか、そもそもアフリカ大陸の国に領土権を明け渡すんだといったようなちょっと極端な意見といったものがものすごい勢いで拡散されるといったことが発生しました。しかしこれらの情報といったものはかなり事実とは異なっているものとみられ、改めてどのようなものか情報を確認する必要があるでしょう。特につい最近行われた参議院選挙においてもこの移民の受け入れ問題といったものはかなり選挙にも影響を与えました。その背景としては何といっても日本国内における移民の受け入れに対する強い拒否感の表れがあり、今回の一件においてもアフリカ大陸から多くの人々が移民としてやってきてくるのではないか、それを日本政府が推進するのではないかといった不安に火をつける人々がいました。まずはその点について現実どうなのか日本政府の発表を見ておきましょう。 NHK より林官房長官ホームタウン認定移民想定せず丁寧に説明。国内の自治体をアフリカの国のホームタウンに認定する交流事業をめぐり移民を定住させるなどと誤解に基づいた情報が広がっていることについて林官房長官は移民の受け入れ促進などは想定していないとして事業の内容を丁寧に説明していく考えを示しました。先の TICAD アフリカ開発会議に合わせ JICA 国際協力機構は国内の4つの自治体をアフリカの国のホームタウンに認定し交流事業を進めているとしていますが、 SNS では移民を定住させる制度だなどと誤解に基づいた情報が広がっています。林官房長官は閣議の後の記者会見でホームタウンの事業について移民の受け入れ促進や相手国に対する特別なビザの発給を行うことは想定されていない。JICA の研修事業などを通じたインターン生の受け入れを想定しており、研修は期限付きで終了後は出身国への帰国を前提としていると説明しました。また、ナイジェリア政府のウェブサイトに日本政府が移住して生活と就労を希望する若者向けに特別ビザを発行するなどと書かれていることについては、ナイジェリア政府に対し事実関係を説明し、訂正の申し入れを行っている。政府としては事業が正しく理解されるよう丁寧に説明していきたいと述べました。千葉木更津市長移民の受け入れなど事実はない。ナイジェリアのホームタウンに認定された千葉県木更津市には25日に続いて26日もなぜ移民を受け入れるのかや移民が大量に来て治安が悪化したらどうするのかなどといった抗議の電話が鳴りやまず職員が終日対応に追われていました。市のウェブサイトには25日までにこうした問い合わせが700件以上寄せられたとのことです。木更津市の市長は記者会見で SNS で広がっている移民・移住の受け入れやビザの発給要件を緩和するという事実はない。事実を確認されないまま正しくない情報が広がって影響が出ている。私たちとしてもしっかりとした情報発信をしていかないといけないと述べました。今回大きな騒動になった原因というのが日本政府の発表ではなくナイジェリアの政府発表に問題があることが指摘されています。ナイジェリアの大統領府は日本政府は高度の技術を持ち革新的で才能にあふれた若いナイジェリア人が木更津市で生活し働くための特別ビザの枠組みを作るとの声明を記載。 SNS では移民が押し寄せてきたら誰が責任取るんですかなどとする投稿が急速に広がっていた。そのため現地大使館を通じて外務省は発信内容の訂正を求めるとともに事業内容についてナイジェリア側に改めて説明しているという。後半紹介した記事にもあるようにナイジェリア政府側の発表として従来にはなかったような枠組みで新たなビザが発行され便宜が図られるんだといったようなことが語られていることにより日本のインターネット上においても日本政府がアフリカ大陸のナイジェリアの人々に対して移民としてどんどんとやってこられるような制度を作ってしまったのかという具合にして誤解が広がったというわけです。ただし前半の林官房長官の発言にもあったようにそれはあくまでもナイジェリア政府側の受け止めの間違いでありこれを修正するように協議を行うとしています。そもそも日本側の受け入れ体制が
ダメですよという話をすれば、ナイジェリア政府の誤解がしたままであったとしても、特別な計らいがされたビザなどが発行されないわけですから、勘違いでしたといったことが、最終的に残るわけです。ただ、インターネット上では、たとえ1年間の交流事業で、その1年間の滞在期間が終わった後であっても、不法滞在として多くの人々が残ってしまうのではないかと指摘する人たちがいます。この不法滞在問題というのは、そもそも別の問題です。例えば日本に旅行してくる人たちが観光ビザで日本に入ってくるわけですが、それらの人たちがみんな不法滞在すれば、あっという間に日本において数百万人、数千万人といった人間が滞在するわけですが、そんなことにはなっていません。そもそも不法滞在する人はさっさと帰ってもらうように、その取り締まりや強制送還といった手続きをいかにして進めるかといった話は、また別の問題として存在するわけです。そして誤解をかなり招いたなと思われるのがこのナイジェリア政府側の発表なわけですが、ホームタウン事業についてもおそらくは認識の違いといったものが双方にあったのでしょう。従来の姉妹都市提携のような、最初から完全に交流事業ですよと日本側でも、そして相手国側でもはっきりと分かるようなものであった方が、むしろ良かったのと思います。一方において、じゃあホームタウン認定とこうした姉妹都市提携といったものと何が違うのかといえば、報道記事などによれば姉妹都市提携の方がより大規模で、そして長期的な交流事業が図られるものであり、ホームタウン認定はそれよりももっと規模の小さいものにとどまるというような話が説明されています。この違いなどについては聞いてみなければわからない話なのであり、やっぱり名称の段階においてちょっと選択肢を誤っているんではないかと思います。さて一方において、こうした誤解を乗り越えて交流事業そのものについての意義を説明しておきましょう。特に最近においてはアメリカが世界に対する支援事業などを大幅に縮小することによって大きな変化が起こっています。国際情勢という意味においては、こうしたアメリカが支援をやめた国においてどこの国がより影響力を伸ばしているかといえば、それは中国やロシアです。ロシアの場合だと今、ウクライナ侵略にほとんどの力を集中しているがために、海外に対する影響力は減少しています。しかし、その減少している中においても、関係を深めている国はあります。例えば、もともとアメリカやヨーロッパなどが全く支援していない独裁者の国や軍事独裁政権、または政情不安定な地域における武装勢力など、こういったいわゆるならず者国家や国家とも言えないような集団に対しては、ロシアは未だに強い影響力を持っています。そしてそのようなならず者国家ではないところであっても、アメリカからの援助が大幅に断ち切られたとなって、中国との関係を深める国が続々と増えています。中国の海外に対する影響力の増加については、一帯一路政策だけではなく、アフリカ大陸や南米、オセアニア地域など、幅広く様々なところにお金を配って、自分たちの味方につけようとしています。そして実際にそのような動きといったものはすでに国連の外交に現れています。国連やその関係機関などにおいては、一つの国が一票といったような原則に基づいて、アフリカ票や南米票といったものをどれだけ取り付けるかによって、いわゆる多数派工作に成功するかどうかといった分かれ目があります。アメリカのような超大国であったとしても、一つの国一票という世界にあっては、その制度上においてより多くの国々を味方にした方が自分たちに有利な意見形成といったものを実際に成し遂げてしまうのです。そうした意味で今回のホームタウン騒動をめぐっては、いっそのこと JICA なんか解体してしまいといったような、ものすごい極端な意見を言う方もおられます。しかし現実に日本の国際支援といったものを全廃し、世界に対する影響力を失えば何が起こるかといえば、国連やもしくは世界的な標準規格を策定するような機関などにおいて日本の意見が全く通らないようになり、中国が策定もしくは主導した規格作りであるとか合意案といったものがどんどんと成立し、中国の影響力がさらに拡大するといった事態を招きます。交流事業やその他国際的な開発援助などについては、積み重ねによる信用の構築や関係の改善といったものが常に必要な分野であり、一見無駄に見えるものが、しかしそれが
日本の国際情勢下における発信力を維持することに役立ちます。ちなみに今回の問題で少し議論が混ぜこぜになっていて混乱しているなと思えるのが、日本の労働力不足問題と移民問題、この2つの問題の関連性についてです。まず日本国内においては労働者不足といった問題が今も発生していますし、これからもどんどんと悪化していきます。ですから何かしら対策を打たなければならないというのは絶対的に議論し、解決に向かって政策を打っていく必要のあることです。私自身はまずは未来においては確実に AI やコンピューターの発達に伴って人間の行える仕事についてはどんどんと置き換えできるような時代が来ると考えています。ただしそれは今ではありません。ですからその未来に向かっての間どうつなぐかを考えなければなりません。そのために必要なのは移民ではありません。その間をつなぐための期間的な労働者です。ですから3年5年といったような期間日本に来て働くにしても、その後はどうぞ本国にお帰りくださいといった形で帰ってもらい、その間にどれだけ科学を発展させ AI やロボットとの共生社会を作っていくかを探っていかなければなりません。今からどんなに少子化対策をしたところで、今生まれた子供は大人になるまでは10年20年と時間がかかります。その間のことを考えなければなりません。しかし逆に言えばこの10年20年といった期間のうちに AI やロボットを積極的に開発、そして社会へと取り込んでいくことによって移民問題といったものにそもそも取り組まないで良い社会や経済といったものは作れると私は考えています。そして日本人自身もこの10年20年といった人間の労働者不足といったものに取り組むためにはある程度の社会の変革も必要でしょう。例えば特定の業種や業界などについてこれを禁止し、その業界にいた人たちを別の産業へといかにして移ってもらうかを、真剣に考えるべきです。例えばその問題として私はパチンコパチスロ業界に対する完全な撲滅を目指したような禁止法律を作って、この業界に携わっている人々を他の業種へと転換させるといったことは、これから重要な労働者不足対策として考えるべき話だと思っています。そして産業政策としても AI やロボットの積極的な活用に向けた集中的な投資といったものは必要でしょう。日本国内の労働者不足を解決するだけではなく、その築き上げたビジネスモデルといったものは海外へと輸出することを想定するべきです。労働者が不足していますね。だから移民をどんどんと入れましょうという話になると、当然のように誰もが不安になっているような治安の悪化問題であるとか、日本の文化の破壊が進められてしまうのではないかといった不安などが、今後もかなりかき立てられるような時代になるでしょう。そのような社会の不安定さを招くような政策は打つべきではありません。だからこそ別の面において社会の変革やもしくは未来への投資といったものは積極的に行っていくことが必要だと私は思います。もしもそうした AI やロボットの積極的な導入などに反対した場合においては、結局のところじゃあ人間を入れるしかないよね、そして日本人が少子化なんだから海外から入れるしかないよねといった人々を手助けしてしまうということを、ぜひともご理解ください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。JICA の進めているホームタウン事業などにおいては、移民政策が促進されるのではないかといった情報などが拡散しましたが、日本政府はこれを否定しています。新たな枠組みでのビザ発給もなければ、日本の領土権などを他の国に売り渡すわけでもありません。しかし一方において、日本政府が目指すべき労働者不足の解消する政策などについては十分な未来が国民に示されていないといった問題なども日本政府は取り組んでほしいものです。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。